北海道の歴史ってなんだか不思議で魅力的よね。縄文時代の後にすぐアイヌ文化が誕生したのかしら？実は北海道の歴史はそう単純な話ではないんだぜ。独自の謎めいた文化が長期間存在していたんだ。5世紀から13世紀にかけてオホーツク海沿岸に栄えた、オホーツク文化、という異質な文化があったんだぜ。彼らは海獣狩猟を主な生業として氷の海を渡り歩いた、北方のダイナミックな海洋狩猟民だったと言われている。オホーツク文化なんて初めて聞いたかもしれないわ。一体どんな人たちがどこからやってきたのかしら？日本列島の他の地域の人たちとは違う集団なの？いい質問だぜ。彼らの起源は長年の大きな謎だった。しかし近年のゲノム解析技術の劇的な進歩によって、その複雑な成立過程が最新の研究で明らかになったんだ。今日は佐藤らによる2021年の画期的な論文と、キムらによる2025年の最新論文の比較を交えながら考古学と遺伝学でオホーツク文化人に迫っていくぜ。まずは、オホーツク文化人の成立について詳しく見るぜ。オホーツク文化は北海道の北海岸から樺太にかけて、さらには千島列島に至る広大な範囲に広がっていたんだ。独特な骨格器や熊を崇拝する儀礼を持っていたんだぜ。俗縄文文化や薩文文化といった本州由来の文化とは異なり、北の大陸側から南下してきた集団だと考えられているんだ。長らく彼らはどこから来た誰なのか、が謎のままで、忽然と現れて忽然と消えた幻の民とも呼ばれていたぜ。幻の民だなんて、なんだかミステリアスでワクワクするわ。どうやってその正体を突き止めることができたの？古代人の骨から DNA を抽出して解析する古代ゲノム研究だ。遺跡から出土した人骨の遺伝情報を現代人と比較するんだ。今回メインで解説するのは佐藤らが2021年に発表した、北東アジア諸民族のゲノム構成を詳細に分析した研究だぜ。ここでアドミクスチャー解析という強力な手法が登場する。これは個人のゲノムがいくつの祖先集団から構成されるか、その根血割合を色分けしたバーグラフで可視化する手法だ。佐藤ら2021は北東アジアの集団を5つの成分に分けたぜ。色分けされたグラフなら私にも視覚的にわかりやすそう。どんな5つの成分に分類されたのか早く教えてほしいわ。論文とは少し色が違うが、動画の図に合わせて説明するぜ。まず1つ目は、赤色で示される縄文成分、だ。2つ目は、青色で示される東アジア広域成分、だぜ。中国などを中心とする大陸の農耕民に多く見られる成分だ。3つ目は、黄色で示される北東アジア広域成分。シベリアの広大な地域に住む集団に共通する遺伝的特徴だ。4つ目は、緑色で示されるカムチャツカ半島成分、だ。イテリメンやコヤークといった半島周辺で最も高くなる。最後の5つ目は、紫色で示されるチクチ半島成分、だ。北アメリカ先住民などにも一部関連する北極圏の成分だぜ。赤、青、黄、緑、紫の5つの絵の具を混ぜ合わせるように、いろいろな民族の成り立ちが表現されているってことなのね。その通り。じゃあ具体的な民族のゲノム構成を見ていくぜ。まずは古代日本の縄文人サンプルである F23 からだ。F23 のゲノムは見事なまでに全部が赤色の縄文成分一色だ。他の大陸系の成分が全く混ざっていない純粋な状態だぜ。そして現代のアイヌの人々も、このグラフを見ると、ほぼ全てが赤色の縄文成分で占められていることがわかる。アイヌの人たちは縄文人の直系の子孫と言えそうね。じゃあ私たち現代の日本人はどんな色の構成になるの？現代日本人は大部分が青色の東アジア広域成分で占められ、そこに少しだけ赤色の縄文成分が強く混ざっている状態だ。興味深いことに、わずかだが緑色や黄色の北東アジア成分も、現代日本人のゲノムには確かに含まれていることがわかる。次に大陸に目を向けて中国の漢民族の構成を見てみよう。彼らのゲノムはほとんど青色の東アジア広域成分だ。中国北部のシベという少数民族になると、大部分が青色だが、4分の1ほど黄色の北東アジア成分が混ざる。北に行くにつれて少しずつ別の色が混ざり始めるのね。グラデーションみたいに変化していくのが面白いわ。その感覚は鋭いぜ。さらに北のモンゴル系民族を見てみよう。モンゴル人やブリヤートといった人々は、青色と黄色が半々に近い。そこに少しだけ紫色のチクチ半島成分が混ざり始めている。ダウール族も青色と黄色が半分ずつで、紫と緑も少し入るぜ。続いて、カラフトに近いアムール川流域の民族を見ていくぜ。ヘジェン族やオロチョン族は、青色が半分、黄色が半分弱だ。そこに緑色のカムチャツカ成分が少し混ざる構成になっている。より河口に近いウリチ族やニブフ族になるとさらに複雑だぜ。紫色以外の、青、
黄、緑、さらには赤の縄文成分までもが、彼らのゲノムには複雑に混ざり合って構成されているんだ。海を挟んだお隣さんだから、色々な集団が交流していたのね。縄文の赤色成分が大陸側にも存在しているなんて驚きだわ。ああ、古代の交流の証拠がゲノムにしっかり刻まれているんだ。もっと北のシベリア奥地、エベンやエベン紀を見てみるぜ。彼らは大部分が黄色の北東アジア広域成分で占められている。そこに少しの青色と紫色の成分が混ざり込むような構成だ。サハ共和国のサハ人やユカギール人も似たような傾向で、大部分が黄色で、少しだけ紫色や青色が混ざっているんだぜ。だんだん東アジアの青色が減って黄色が主役になってきたわ。カムチャツカ半島の人たちはどうなっているのかしら？カムチャツカ半島のコヤーク人やイテリメン人を見ると、ここで緑色のカムチャツカ半島成分が爆発的に増えるぜ。イテリメン人はほぼ完全に緑色の成分だけで構成されている。コヤーク人もほぼ緑色で、わずかに紫色と黄色が混ざる程度だ。さらに東の極北地域、宿地人やユピックの人々になると、今度は紫色の宿地半島成分が一気に主役へと躍り出るぜ。ユピックはほぼ紫色で構成され、少しだけ緑色が入っている。宿地人は緑色が半分強、紫色が半分弱といった割合なんだ。地域ごとに主役となる色が明確に入れ替わっていくのね。地理的な距離と遺伝的な距離がぴったり一致していてすごいし納得よ。これで前提知識は揃った。いよいよ本題のオホーツク文化人だ。北海道の礼文島から出土した NAT002 というサンプルの結果だ。驚くべきことに、NAT002 のゲノム構成は非常に複雑だったんだ。緑色のカムチャツカ成分、黄色の北東アジア広域成分に加えて、青色の東アジア広域成分、そして赤色の縄文成分の4つが、一人のゲノムの中に全て見事に混ざり合っていることが判明したぜ。先ほど見たアムール川下流域のニブフ族やウリチ族の構成と、カムチャツカ半島のイテリメン族の構成を少し足したような、絶妙なバランスで複数の祖先集団の血を受け継いでいたんだ。単一の民族がそのまま南下してきたわけではないことがわかるぜ。4つもの色が混ざり合っているなんて、ものすごく多様なのね。いろいろな地域の人々が海を越えて混ざり合って誕生した文化なのね。そういうことだぜ。ここでさらに面白い最新の研究を紹介するぜ。今度はキムらによる2025年のアドミクスチャー解析との比較を見てみよう。キムらの研究では、成分を5つではなく3つに絞って解析を行った。3成分とは、縄文成分、東アジア系成分、北東アジア系成分の3つだ。驚くべきことに、佐藤らの5成分解析の結果とキムらの3成分解析は、共通する集団においては非常に似たような傾向の数値を示したんだぜ。これは、異なる手法や成分数で解析を行っても揺るがないほど、北東アジア集団の基盤となる遺伝的構造が強固であることを意味するかもしれない。別の研究チームが違う方法で調べても同じような結論になるのね。科学的な裏付けがどんどん強固になっている感じがしてたまらないわ。その通りだぜ。この結果を踏まえて、現代日本人とオホーツク文化人の遺伝的モデル化の違いについて詳しく考察していくことにしよう。私たち現代日本人のゲノムは、キムらの3成分解析で綺麗に説明できる。赤色の縄文成分、青色の東アジア系、黄色の北東アジア系の3つだぜ。つまり現代日本人は、この3つの祖先集団の根血モデルで表現できる。朝鮮半島を経由して渡来した集団と、すでに日本列島にいた縄文系集団の融合だ。しかし、オホーツク文化人のモデル化にはこの3成分だけでは足りない。どうしても4つ目の成分を足さないと計算が合わないと分かったんだ。4つ目の成分って、もしかしてさっき言っていた緑色の成分のこと？察しがいいな弥生さん。その通り、緑色のカムチャツカ半島成分、だぜ。オホーツク文化人を正確にモデル化するにはこの成分が不可欠なんだ。縄文、東アジア、北東アジアの3成分に、カムチャツカ成分を加えた。4成分の複雑な混合モデルによって、彼らのゲノムは説明できるぜ。これはオホーツク文化人が単なる大陸からの移住者ではなく、環オホーツク海という独自のネットワークで形成された証拠だぜ。カムチャツカ半島のゲノムが入っているかどうかが決定的な違いなのね。海を舞台にした広大なスケールの交流があったことが目に浮かぶようだわ。まさに海のシルクロード、とも呼べる壮大な交流網が存在したんだ。アムール川下流域の集団がベースとなり、サハリンや千島列島を経由して、カムチャツカ半島の集団と深く交わりながら北海道北部に到達した。そして現地にすでにいた縄文系集団とも根結し、独自の文化を築き上げたんだ。オホーツク文化人は決して突然湧いて出た幻の民、なんかではなく、北方世界の多様な民族がダイナミックに融合して生まれた結晶なんだぜ。
厳しい氷の海を越えて、様々な人々が出会い、交わって生きてきたのね。遺伝子のデータからそんなドラマチックな歴史が読み解けるなんて感動よ。というわけで、今回のオホーツク文化人の解説はここまでだぜ。佐藤らとキムらの研究によって、北東アジアの複雑な民族史のパズルが少しずつ、しかし確実に解き明かされようとしているんだ。ゲノム解析技術の進歩は、歴史の教科書を書き換える力を持っているぜ。今後も新しい古代人骨が発見されれば、さらに驚くべき事実が、判明するかもしれない。歴史のロマンはまだまだ尽きないんだぜ。次にどんな大発見があるのか、今からとっても楽しみだわ。今日も詳しい解説をありがとう、5分さん。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。